皆さんこんにちは、ガジェログです。今回は Amazfit からついに Amazfit GTR Mini が発表されましたので、早速スペック解説を行っていきたいと思います。Amazfit グローバルの公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。それでは早速いってみましょう。では主な特徴を見ていきたいと思います。まずはデザインやカラーリングになります。パッと見の印象としましては Amazfit GTR4 というよりも Pixel Watch のデザインを結構意識しているのかなという感じはします。その上でカラーリングになりますが、このミッドナイトブラック、そしてピンク色ですね、ミスティピンクという名称、そしてオーシャンブルーというね3色展開になっています。今回特に注目すべきところとしてはこのピンクモデルになります。ギラギラ&ゴールデンと書いてありますけども、このピンクに関しましてはステンレススチールというボディになっていますが、こちらがゴールドになっています。その他のモデルに関しましてはこのようにシルバーになっていますね。ということでこのピンクモデルを見る限り女性を意識したデザイン、カラーリングになっていますので、これまでねあまり取り込めてなかった女性ユーザーをこのカラーリング、そしてデザインで取り込めたいんじゃないかなという感じがします。超スリムで軽量なウォッチボディ、スリムということで 9.25mm ということですね。非常に薄いんじゃないかなと思います。そして輝くステンレススチールとありますけども、やっぱりボディがですねプラスチックの単なるメッキ塗装ではなくしっかりステンレスを採用しているっていうのもね、ちょっと高級感があるんじゃないかなと思います。そしてこのストラップバンドに関しましてはシリコンストラップということで非常に柔らかい形状になっている感じはします。そして重さになりますけど 34.2g ということで、こちらはスーパーライトと出ていますけどもね、ストラップ込みの重さになっているということですので、そんなに重くないなという感じはします。適度なね重さになりまして、軽すぎず重すぎずという感じだと思います。そして重要事項の360度の完全なビューとありますけども、この湾曲したガラスでエレガントに作られ、指紋防止コーティングで保護された Amazfit GTR Mini は魅力的であると同時に洗練されていますと出ていますね。確かにこの湾曲されているガラスということで、非常にエレガントですよと出ています。このガラス面に関しましては指紋防止コーティングが施されていますので、指紋がつきにくい材質になっているということです。いや、見た感じねめちゃめちゃかっこいいですよね。特に個人的にはこのブルーのモデルがすごく気になります。それで文字盤もすごいおしゃれな感じしませんかね。この星型のアイコン、そしてやっぱりアナログ時計のデザインっていうのはね、こういった丸型が多いわけですので、そういった意味でもよりスマートウォッチっていうよりは通常の時計に近いようなデザインになりますので、今までスマートウォッチをどうかなと思っていた方にとって、特に女性の方も含めまして今回このデザインなら持ってみようかなっていう風になんじゃないかなっていう気もします。そういった意味でね、このデザインっていうのは受け入れられるかどうかっていうのは結構今後の試金石になるような気がします。そしてディスプレイの情報になりますけども、鮮明で明るい HD の AMOLEDディスプレイになってますよとありますね。そしてどんな照明下でもデータを簡単に見ることができますとありますので、もしかしたら自動調光機能も搭載されているかもしれません。そしてディスプレイのねガラス面にありますのは曲面のガラスになっていて非常になだらかじゃないかなという感じです。そしてサイズは 1.28 インチのものになっています。そして解像度は 326ppi ということで、この辺もね申し分ないスペックになっています。そして次に文字盤に関する情報になりますね。スタイルは一周するとありますけども、鮮やかなウォッチフェイスの豊富なセレクションということですね。そしてどこにいてもあなたのスタイルを最大限に発揮しますよとあります。新しくねポートレートウォッチフェイスっていうのが入ったようですね。Apple Watch にはよくポートレートウォッチフェイスとありますが、ちょっと真似たのかなという感じはしますけども、これは新しい機能が追加されています。そしてこの機能はお気に入りの写真を最大3枚までウォッチにアップロードすると、ディスプレイを起動するたびに別の写真が表示されると出ています。この辺もねちょっと面白いですよね。そしてここちょっと訳がおかしいですけども、80歳以上のウォッチフェイスとありますが、おそらくね80種類以上の文字盤ということだと思います。また11のアニメーションウォッチフェイスとありますので、動的な動くウォッチフェイスがあるということも予想されます。そして他のね文字盤もちょっと見てみますと、ラウンド型のデザインということでアナログ時計タイプが多いんじゃないかなと思います。ただやっぱりスマートウォッチゆえにねこういったデジタル表示っていうのももちろんできますので、個人的にはこの辺のね文字盤もなかなかいいんじゃないかなと思います。今後どんどんね追加されるんじゃないかなと思いますので、ちょっと期待が持てます。そしてすごい気になるところになりますね。動作感とかね、そういったものに影響しますスペックになりますが、ダイナミックなパワーアップということで、搭載チップに関する情報になります。Amazfit GTR Mini には一度に最大2週間目標を達成するために必要なバッテリー電力を
節約するために自社開発のソフトウェアとハードウェアが同梱されてますよと出ています。2週間のバッテリーなんですね。通常使用であれば14日間のバッテリー持ち、ヘビーに使った場合は7日間、そしてバッテリーセーバーモードということで、あんまりね使う機会ないんじゃないかなと思いますが、最大持った場合は20日間ということで、なかなかねすごいですね。そしてこの時計モードっていうのもありますけど、時計オンリーでね動かすこともできるんでしょうか。その場合は30日ということで約1ヶ月間ねバッテリーが持つっていうのも、このあたりもちょっとすごいですね。そして連続 GPS モードっていうのはありますが、ずーっとですね GPS を使ったワークアウトを行った場合は25時間持ちますよということで、この辺も結構持つんじゃないかなと思います。バッテリー持ちに関しましては、通常14日間ということで覚えておけば一つ目安になるんじゃないかなと思います。そして GPS も搭載されています。5種衛星測位システムということで、5つの衛星の電波を受信することができます。はい、出てきましたけども、強力で正確な GPS トラッキングとあります。そして結構興味深い情報が出ています。知っていますか？ほとんどのスマートウォッチは衛星信号の約 50% を逃しますよとあります。それはなぜでしょうか？すべての衛星が遠変波信号を送信するのに対し、それらは直線変波 GPS アンテナを使用するためですと出ています。確かにAmazfit GTR4 は遠変波の信号を受信しますよというふうに謳い文句としては出ていました。この遠変波っていうのは、例えばここに GPS があって地上だとしたら、回転してねこういった衛星から電波が出ているということです。その信号を受信する機能がちゃんと GTR4 にはついていたということですね。そういったアンテナを積んでいたということになります。今回 Amazfit GTR mini に関しましては、なんと特許取得済みの遠変波 GPS アンテナを使用しているため、ほぼ 100% の信号を受信できるということで、精度が非常に高いということが謳われています。すごいですね。そしてその結果、高層ビルや樹木のある環境での GPS 精度の向上と信号干渉の大幅な低減がありますよとありますね。いや、これはちょっとねすごいですね。GTR4 と同等のアンテナが積まれているということです。ただ GTR4 は6種の衛星の電波を取得できますけど、このモデルに関しましては5つということになっていますけど、そんなにね日本で使う分には違いはないのかなという気はします。そして次にスポーツモードの情報になりますが、種類は120種類以上と出ていますね。どんなワークアウトでも Amazfit GTR mini はそのデータを追跡できる可能性があります。歩数、消費カロリーなど120種類以上のスポーツでチェックし、終了したらワークアウト後のレポートを入手してくださいということで、当然ながらスポーツモードであればね、歩数や消費カロリーっていうのはデータとしてしっかり取得されます。アプリで後で確認することもできるってことはね、このあたりは普通なことですね。そして防水機能に関する情報もあります。GoATM の防水性能になっていますので、50メートル防水に対応しているってことですね。ただ50メートル潜れるっていうわけではなく、水深50メートルの水圧に耐えられるってことになります。ほとんどの使用環境であれば、ほぼそういった環境はありませんので、結構ないろんな状況で自らね、守られるってことがわかります。プール、スイミングとありますけども、泳ぎながら使用しても問題ないということですね。そして注意事項になりますが、Amazfit GTR mini は GoATM の評価を達成し、最大50メートルの耐水性を備えているため、次にですね、重要ですね。熱いシャワーを浴びたり、サウナに行くときは時計を外してくださいねと出ています。理由は出ていますね。蒸気が多すぎるとシールに影響を与え、将来的に防水性が低下する可能性がありますよと出ています。それゆえにですね、こういう暑い状況、サウナとかね、そういった状況では外してくださいと出ています。また仮想ペーサーというね、機能もついたようです。これは自分に挑戦してくださいと出ていますね。走るときはバーチャルペーサーを使用し、設定したペース目標に向かってレースを行いますとあります。この画面を見てみますと、これが自分の理想とするペースになりますが、それに対して自分のペースがどうなのかっていうことがね、この画面を見ながらわかるっていうことです。この辺もね、ちょっと新しい機能になります。そしてヘルスケア関連の情報になりますが、バイオトラッカーということで、より健康的な生活はここから始まりますとありますけども、そして24時間モニタリングしてくれるヘルスケア関連は心拍数、そして血中酸素、またストレスレベルということで、この3つが24時間のモニタリングに対応しています。そしてですね、Amazfit 最近よく搭載されている機能としては、非常に便利なワンタップ測定機能っていうのがありまして、それをしますと心拍数と血中酸素飽和度、ストレスレベルを同時に測定して、3つの指標すべての結果をわずか15秒で取得し表示してくれる機能になります。そして次に睡眠モニタリングになります。睡眠の質を最大化とありますけども、休む時間になったらスリープモードにすると
時計のディスプレイの明るさが減り、通知が無効になるため、目が覚めた時にリフレッシュしてすぐに行動できるようになりますとありますけども、確かにスリープモードにしますとね、通知もね、オフにしてくれますので、眠りに集中できるということになります。そして睡眠中に取ってくれるデータとしましては、睡眠の質、そしてまた昼寝もね、取ってくれるわけですね。そして浅い眠りや深い睡眠、レム睡眠のステージも取得します。また呼吸の質っていうのもね、アプリの方でオンにすれば取ってくれるわけです。そして Amazfit は PAI っていうね、シンプルでパーソナライズされた健康概要のスコアっていうのもあります。また女性の健康に関する情報もしっかり搭載されています。またミニアプリもね、しっかり対応していますね。ここ最近ミニアプリにも力が入っていまして、まだまだ数は少ないんじゃないかなと思いますけども、ZEPOS の中に動作するアプリがいろいろ今追加されて、ウォッチ上で動くアプリがあります。また面白い機能もね、ありますね。これ Amazfit GTR4 でも搭載されていましたけども、会員カードという機能になります。Amazfit GTR mini 経由 ZEP アプリでスマートにショッピングするには、スキャンするときに時計のディスプレイにコードを表示するだけですとありますが、バーコード表示のものであれば、ウォッチのディスプレイに表示させることができますよということで、今お持ちの会員カードにバーコードがありましたら、それを取り込んでウォッチ上に表示することもできるようになっています。そしてショートカットカードとありますけども、これはホーム画面から左にスワイプすると重要な全ての情報が素早く表示されますと出ています。例えば ToDo リストや目覚まし時計などのイベント関連のカードが上部に表示され見やすくなりますよとあります。ちょうど iPhone でいうところの左スワイプした時の画面と似てますね。使ったことがある方はわかると思いますけど、そこにパッと見のいろんなデータがね、すぐ見られますよとなっています。そしてその他の便利機能の中で、パッと見ちょっと気になるところとしましては、この目覚まし時計の中にスマートアラームがついているかどうかということになりますね。この辺もちょっと興味深いところになります。では、ここからはまだ触れていなかった詳細スペックについてざっと見ていきたいと思います。まずセンサーのね、ちょっと気になるところになりますが、環境光センサーが搭載されているということですので、画面の明るさに関しましては自動調光機能が対応しているものと思われます。そしてこのね、幅とありますね。これバンドの幅になりますが、20mm になっています。例えば Amazfit GTR4 というね、この上位モデルになりますと、あちらは 22mm になっていましたので、そういった面ではね、ちょっと細めになっています。より女性にはね、受け入れやすいバンド幅かなと思います。そして出ていますね。バッテリーの容量になりますが 280mAh ということで、思ったよりはそんな大きなバッテリーではないなという印象です。ただバッテリーの持ちが通常仕様であれば14日間というふうにね、ここに出ていますけども、それを思うとね、なかなか省エネになってるんじゃないかなという感じですね。この辺はバッテリーの容量をね、たくさん積むっていうことではなく、OS やハードウェアでうまくね、調整して14日間通常持つようにしているっていうのもすごいですね。そしてパッケージに同梱されているものになりますが、スマートウォッチ本体と、そしてマグネット式の充電ケーブル、そして取扱説明書というふうに3点が同梱されているということです。はい。というわけで今回 Amazfit GTR mini のスペック解説をしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。特にこのミスティピンクということで、ピンクバンドに対してゴールドのボディ、これを見る限り女性ユーザーを取り込みたいっていうのが本当によくわかります。丸型であれば、買ってみようかなっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。そしてこのサイドボタン一つね、ポコッと出ていますけど、非常に使い勝手いいんじゃないかなというふうに予想されます。カラーは3種類になりますけども、早く実機の方を見てみたいなという感じは否めません。価格の方はまだ残念ながらちょっと発表されていませんので、どれぐらいになるのかっていうのは分かりませんけどね。円安がね、若干落ち着いてるとはいえ、日本円での価格も気になるところになります。というわけで今回 Amazfit GTR mini のスペック解説を行いました。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。